ニジプロ2の第5話レコー。チームバトルお次はトモヤとケンがリーダー同士で対決。そして明かされた個人順位について考察していきたいと思います。ニジプロ2の韓国合宿編。第1から3話では J.Y. パークと視聴者を驚かせた個人レベルテスト。個人レベルテストについてはこちらで参加者1人ずつレポと最終順位、脱落危機メンバーやデビューが固いであろうメンバーについてご紹介しております。そして第4話ではいよいよチームミッションに。ニジプロのチームミッションといえばチームお姉さんマコ、マヤ、リオのスイングベイビーなどレジェンドステージを残してきました。現在20は韓国デビューを果たし、音楽番組で初めて1位を獲得。20がここで化けると思わなかった。日本人メンバーだけでの1位。本当にすごい。と世界を驚かせており、私の動画でもコメント欄に韓国語のコメントをいただいていたりと20めっちゃ愛されてて嬉しい。そんな20お姉さんたちにも負けず、虹男子たち、本当にレベルが高い。第4話ではユウヒがリーダーのマンネーズとユウがリーダーのレインボーイズが対決。両者ともに J.Y. パークが絶賛するステージを作り上げ、ハイレベルな戦いの結果ユウのチームが勝利。ビハインドストーリーにもドラマチックでマコの時と同じように、ユウがチームメンバーに手料理を振る舞ったり、エイハルのケミやマンネラインの可愛い姿など、最高でしたね。盛り上がりを見せるニジプロ2の第5話ではトモヤ vs ケン。ずっとケンをトモヤが後押しして、2人でミッションを乗り越えてきたのに、ここでリーダー同士で対決するなんて熱すぎる。最初にステージを披露することになったのはケンチーム。チーム紹介では、甘酸っぱいフェイスと甘い歌声、レッド、ケン。優しい心が世界を救う、ホワイト、セイセイ。爽やかな風に乗って笑顔と歌声を届ける、グリーン、ソウちゃん。僕たち、三色団子ヒーローズです。戦隊ものかなと聞いていたらまさかの三色団子。どっから出てきた三色団子。なんかのタイミングで3人で食べたのかな。三色団子ヒーローズの課題曲は、ボーカルの音域はあまり広くなく、ダンスも難易度が高くはない楽曲。だからこそ聴く人の心を奪う表現力や演技力を見せてほしいという期待を込めて 2PM のカムバック。始まったレッスンでは感情表現を指摘され重い空気が流れるケンチームの練習時間。そんな3人の隣ではトモヤがチームメイトのタイガとショーンにトレーナーさながらの指導でリーダーシップを発揮。ケンはリーダーとしての悩みがたくさんあるといい、トモヤといえば弱点がないような。僕はずっとトモヤにいろんなことを教わったりしてきたので、僕がまだリーダーとしての役目を果たせていないから、少しずつでいいのでチームの役に立てるようになりたいです。そしてケンが取った行動がめっちゃ胸熱。ある日の練習でケンが遅刻。ケンまさかの寝坊というテロップとともに腰低めにセイタと壮大のもとへ。セイタは、正座してください。なんで遅れたんですか？すると、僕は2人のために準備したものがあって、と言って可愛いハート柄の袋から手作りのブレスレットと手紙を手渡すケン。セイタは、ハートがある。わあ、綺麗。セイタって書いてあるよ。セイタって書いてあるよ。リーダーとして、技術に関しては僕が皆に言える立場ではないので、チームが心一つになってチームワークを高まるんじゃないかなって。ケン、君それ正解。ケンくんはゆかの再来とカビリの逆襲とめっちゃ期待されてリーダーになっちゃったけど、セイタと壮大は JYP 練習生だし、自分より経験が勝る2人を引っ張っていくのはなかなか難しいはず。どんなリーダーシップをしたらいいかを考えた結果、技術面よりも精神面でチームをまとめようというケンの選択と、それを形に表す丁寧な愛情。まさにケンが行うべきリーダーシップはこれだよねと思わせてくれて、ケンくんちゃんといいリーダーできてるじゃん。遠や目線的に感動しちゃいました。そしてもっと良かったのがセイタくんですね。セイタといえば、
相談しやすい相手として多くの参加者に選ばれ、相手を気遣う優しい心と慎重な性格。その性格がパフォーマンスでは裏目に出てしまうという応援せずにはいられないメンバーですが、セイタがケンの遅刻も正座してくださいと厳しさとユーモアで謝りやすい雰囲気を作ってくれたり、ケンのプレゼントにもオーバーにリアクションしてくれたり、ケンが主体的になりやすい空気づくりを壮大ももちろんですが、特にセイタがしてくれているように見えました。お揃いのブレスレットで仲を深めて、練習でもケンが演技力の練習を提案したりと主体的に発言できるようになっていき、徐々に一つになっていく三色団子ヒーローズ。迎えた本番では3人の美しい歌声が響き渡り感情があふれるステージに加え、ダンスもシンクロ率が高くモニタリング室では言うが、クオリティ高いな、と参加者たちも絶賛。J.Y. パークの評価はいろんな面で期待以上のレベルでした。歌と訴えかけるように歌ってほしかったのですが、歌ももちろんダンスもシンクロ感が素晴らしかったです。皆さんの統一性は最高のレベルでした。モニタリング室でイージは、最高でちゃったか、と簡単。セイタとケンの歌を高く評価し、ケンの成長を信じるようになってきた。リリの逆襲はまだまだ続きます。とJ.Y. パークさん絶対ケンを主人公にしたいんだよね。そしてちゃんと期待に応えてくるケンすごい。2人が絶賛される中、一つだけ残念だったことは、最後のパートで壮大くんの強烈な何かを見せてほしかった。と壮大の実力を知っているからこそ物足りなさを感じてしまったよ。壮大期待値高すぎ問題。十分うまいんだよ。でも日本合宿でボーカル1位になり、壮大へのボーカルの期待が高すぎるゆえになかなか期待を超えられないでいるのがもどかしい気持ちです。これはシーズン1のニナも重なるものがあり、ニナもオーディションで、あなたは完全にスターですと言われ、めったにお目にかかることができないニナという原石に感動していました。しかしその期待を超えていくことができずニナも苦戦していましたね。壮大の爆発力を次こそ見せてほしい。続くともやチーム。チーム紹介では、セクシーなダンスでみんなを魅了する、セクシーランドのプリンス、ともや。体はジャイアント、顔はベイビー、ジャイアントベイビープリンス、タイガ。エナジー、エナジーあふれるプリンス、ショーン。僕たち3人合わせて、世界三大プリンスです。めっちゃアイドルだな。ジャイアントベイビープリンス可愛すぎる。ともやのチーム絶対最高難易度の曲が来ると予想していましたが、K-POP 王道のシンクロと速くて正確なダンスを見せてほしいと、アナワンのエネルギーエティックが課題曲に。ともやは、タイガは11位やん。ショーンは8位やん。俺はもっと上に上がってほしいねんな。だからそれぞれの課題を直すためにルーティンを作った方がいいかなと思って、と言って基礎練習のメニューを組んできたというともや。頼りになりすぎるだろ。しかしダンスをシンクロさせるのは非常に難度が高く苦戦。練習歴が一番短いショーンは、僕のために時間を割いてくれてる。リーダーのともやくんやタイガくんにも迷惑かけたなって思います。と責任を感じているショーン。ともやは3人で話し合いの時間を設け3人で思いを共有し、タイガも、リーダーがともやでよかったなと思っていて、それに応えようとショーンも僕も歯を食いしばって頑張りたいと思います。といいダンスを合わせる無限ループの練習でタイガは、死んでしまう。といい3人ともフラフラになるまで練習。チームメイトから絶大な信頼を寄せるともやが率いる世界三大プリンスのパフォーマンスは、ショーン毎回だけど美女ずっと爆発してるし、サビの高音も綺麗にこなしていて、タイガーがラップで前に出てきた時の存在感めっちゃ良くないですか。ともやは相変わらずカリスマすぎる。回転しながらでも歌声がぶれず、言うも思わず、そこで声出るん、と視聴者の気持ちを代弁。それぞれ練習の成果を出し切れたステージに思えましたが J.Y. パークの評価は、
メンバー3人とも自分の足りないところを補ったのが見えました。ともやくんはスター性に頼らずに、正確さ、動きの裏にあるフィーリングも完璧でした。ショーンくんは K-POP ダンスのスピードと正確さが足りなかったけど、すごく良くなりました。タイガーくんも体が重そうに見えていたのが良くなりました。と3人の成長を絶賛。しかしこの曲で一番見せるべきだった統一性に関しては、統一性は残念でした。ともやがアドリブをするとき、後ろのショーンとタイガが全く揃っていなかったといい、本家のパフォーマンスが驚くほどのシンクロ率なので、残念だったと酷評を受けてしまいました。結果チームバトルで勝ったのはケンチーム。ケンチーム本当に良かったので納得ではありますが、両チームの曲の難易度と期待値が違いすぎて、また感情表現、PS、ダンスの統一性と競技が結構違うので、ともやチーム、もっと言うとショーンとタイガには酷な条件だったかなという印象です。ではチームバトルの個人順位を見ていきましょう。1位は春。これはもう予想通りというか、納得ですね。今日のステージは僕が必ずレインに見せます。と J.Y. パークも自慢したいほどの春のステージ。すべてが完璧で、短所を見つけるのが難しいほどのパフォーマンスでした。すでにスターに見えます。と最高の評価を受け、オーディションのステージというレベルを超えて仕上げてくるはるくん。今回初めてカラコンをつけた美女も爆発してました。はるくん絶対派手髪も似合うと思うんだよな。2位はともやが呼ばれキューブを追加獲得。さすがすぎるわ。ずっとともやが1位というのも番組的には盛り上がりに欠けるので、他の参加者に1位を与えたいという思いも多少あると思いますが、それでも2位に君臨し続け誰もが認めざるを得ないともやさすがとしか言いようがない。順位決めの会議で J.Y. パークが、本当にうまかった。ずば抜けてうまかった。と大絶賛していたのはおそらくともやでしょう。3位がゆうひ。第2話でともやに悩みを相談したとき、ともやから、実力はゆうひが一番うまいと言われ、自信をつけてきたゆうひくんがトップ3に。ゆうひくんオールラウンダーな感じがしますよね。清涼感のあるコンセプト以外のかっこいい系やセクシー系も見てみたいです。個人レベルテスト1位で今回リーダーに挑戦したゆうは4位と高順位をキープ。成長率が剣にフォーカスされがちですが、ゆうの成長率やばいんよ。オーディションでダメ出しのオンパレードだったからね。JYP の育成システムって本当にすごいんだろうなということと、ゆうくん本当にすごい練習量と精神力で頑張っているんだろうなと伝わってきます。ゆうが実力や美女も相まって、BTS のジョングクに似ているという声もあり、もしかして日本のジョングクになっちゃうんじゃない？ビリの逆襲、ケンが5位。実力が着々と上がっているのに加えのビシロの評価が高いですね。ケンくんとても謙虚なので、これはもしかしてもっと1位になりたいとか、野心を見せちゃってもいいかもよ。セイタは9位から6位にアップ。セイタくん日本合宿でもチームミッションで一気にキューブを獲得していたので、ソロよりもチームの方が緊張感もほぐれて本来の実力が出せるんでしょうね。思いやりがありチームの接着剤でもあると思うので、デビューして皆の心の拠り所になってほしいし、セイタの魅力も見せつけてほしい。7位がユウキで追加キューブを獲得。ユウキは6位から1つランクダウン。ユウキくん安定感ありますよね。どこかで爆発してほしいな。エイジは7位から8位にランクダウン。エイジも壮大と同じく期待値高すぎる壁を抱えながらもよく耐えているなと思います。安定感は抜群なのでエイジがゴリゴリ決めてくるステージを見てみたいです。壮大は10位から9位にランクアップ。でもなかなか上位に上がれずにもどかしいです。上手に歌うことにとらわれず殻を破ることを恐れないで自分の実力を信じて弾けてほしい。壮大なら絶対できる。10位が前回12位だったミラク。心配しちゃったよ。
番組的には脱落者が出た方が盛り上がるし、ここで落としちゃうのかとヒヤヒヤしましたが、ミラクくん救われた。タイガくん11位か。タイガくん長期練習生で自分への重圧もすごいと思うし、東京合宿からずっと下位でプライドもだいぶしんどいと思うし、タイガくんどうか高評価を受けてほしいっていうのは J.Y. パークが一番思っていると思うので、タイガくん頑張れ。ショーンが12位ですって。それは意外すぎました。個人テストでは8位だったのでかなりのランクダウン。これはショーンが実力不足というよりは周りの成長率がすごすぎたこと、友也チームの課題曲が難しすぎて不利だったことがあったと考察しています。ショーンの泣き方。人ってこんなに美しく泣けるんだっけ？辛いとこ申し訳ないんだけど泣き顔が美しすぎて見とれてしまいました。辛いは運動会があるというのですから、視聴者は順調に沼っていくことでしょう。ゲストも登場するということなので、2先輩とかストレイキッズ先輩とか来てほしいな。次回もニジクロ追いかけていきたいと思いますので、チャンネル登録キューブ来てください。